皆さんこんにちは、ミーパーキングです。本日は三菱の新型アウトランダー PHEV をご紹介していきたいと思います。このお車は約9年ぶりのフルモデルチェンジで、皆さんもう何度も拝見しているかと思いますが、 SNS でも大絶賛なそんな1台となっています。私も父がデリカ D5 に乗っているということもあり、非常に興味深く、今回やっとご紹介できる機会をいただけたので、内外装を通して詳しく一緒に見ていただけたら嬉しいです。それでは早速スタートです。本日ご紹介するグレードは最上級グレードの P となります。全長 4710mm、 全幅 1860mm、 全高 1745mm、 燃費は WLTC モードでこのようになっています。今回のフルモデルチェンジでは先代よりもこのようにかなり大きく進化し、見るからに力強く塊感をデザインしたというのも特徴の一つで、この圧倒的存在感に PHEV を組み合わせるなんてもうすごすぎますよね。三菱社の得意分野でもある PHEV に4駆機能と、この走りにこの質感の高さといい、他社から乗り換える方が多いのも納得な素晴らしい作りになっているので、まずは詳しくエクステリアから見ていきましょう。まずフロントですが、三菱社の特徴でもあるダイナミックシールドという迫力のあるデザインを採用した勇敢さを感じるかっこいいフロントマスクとなっています。このちょっと悪そうに見えるヘッドライトのような部分は、実はデイライトやウインカー部分となり、視認性を優先するものを上側に、ヘッドライトは眩しくならないように中間に配置するなど、迫力のあるデザインの中にも安全性を最優先としたとても機能的なデザインとなっています。またここのグロスブラック塗装されたグリル部分は、ここの内側に巻き込んだメッキパーツと相まって、より高級で迫力ある雰囲気に仕上げられています。ライトを点灯するとこのように点灯し、デイライト機能付きのフル LED 仕様となっています。ウインカーは流れるタイプが採用され、この迫力ある雰囲気にこのシーケンシャルタイプ、これは夜もすごく存在感がありそうです。それでは次にサイドを見ていきましょう。サイドはこのような感じで、厚みのあるロングノーズに水平基調のルーフデザイン、大型アルミホイールといい、とても力強さと美しさを感じるそんなサイドフォルムとなっています。この美しい水平デザインをさらに際立たせているのが、このエッジを効かせた綺麗なプレスラインで、ドアハンドルも同じ高さにすることで、より美しさも感じられ、さらに力強い雰囲気も感じます。またもちろん B ピラーはグロスブラック、ここには上空に向かって力強いメッキ処理が施され、この部分は飛行機の垂直尾翼という部分をイメージしてデザインされていて、動きもある力強い雰囲気を連想させてくれていますよね。タイヤは20インチです。この特徴的なデザインの切削後期仕上げのホイール、とてもかっこいいですよね。給油口は左側についていて、右側は充電ポートとなっています。それでは次にリアを見ていきましょう。リアはこのような感じで、安定感のある台形フォルムに薄型のリアコンビネーション、2本出しのマフラーといい、とてもアウトドア感強めのかっこいいリアデザインとなっています。このマフラー2本出し風のデザインは、実は個人的にすごく好きな造形で、後ろから見た時に高級感も感じられますよね。またこの張り出し具合といい、とてもシンプルでありながらスポーティー要素も感じられ、すごくかっこいいなと感じました。ライトを点灯するとこのように点灯し、この T 字のリアコンビネーションのデザイン、すごくかっこいいですね。ワイドボディでありながらしっかり長さも取られているので、この新しいデザイン、かなり存在感も感じられます。それでは次に気になる内装を見ていきましょう。内装はこのような感じで、水平基調のとてもシンプルでありながら上品さを感じる、そんな室内空間となっています。今回はこの P グレード専用色のブラック&サドルタンという仕様になっていて、黒ベースにオレンジのアクセントを効かせた上品さの中にアクティブ感も感じる、そんなデザインとなっています。今回の新型アウトランダーは
なんとフル液晶メーターにどんな環境下でも最適に走れるようにドライブモードが7種類から選択できるなど、冒頭でもお話しさせていただきましたが、質感含め大絶賛されるのも納得の素晴らしい作りになっているので、詳しくその全貌を見ていきましょう。まずフロント中央には9インチのワイドディスプレイが搭載されています。音量やチャンネルなど直感的に操作したいものはダイヤル式が採用され、とても操作性が良さそうです。またここのカメラというボタンを押すと上空から見た映像や視覚になりやすい部分を確認することもでき、大きなお車なのでこういった装備が標準装備でつくというのはすごく嬉しいですよね。そしてその下にはハザードボタンと、両サイドにはエアコンの吹き出し口が備わり、ここのルーバーのメッキラインは一直線に助手席の方まで綺麗につながり、ピアノブラックやメッキライン、ソフトパッドを採用するなど上質で美学も感じる、そんなデザインとなっています。さらにその下にはエアコンの操作パネルと、温度調節はダイヤル式となっていて、ダイヤルは大ぶりでまるで金属を削ったかのような高級感のある加工が施され、おしゃれなアクセントになっているなと感じました。もちろん運転席助手席ともにシートヒーター、ステアリングヒーターも備わり、ステアリングヒーターに関してはハンドルのほぼ一周どの部分も温かいというのは個人的にすごいなと感じました。ここには USB が2口、アクセサリーソケット、さらにこの部分は標準で置くだけ充電も備わり、ワイヤレスで充電できるというのはすごく嬉しいですよね。そしてその後方には本革巻きのおしゃれなシフトノブが備わり、バックギアに入れるとこのような音が鳴り、周囲を確認することができます。パーキングはボタン式となっていて、さらにその後方にはダイヤモンドカットという加工処理が施された重厚感漂うドライブセレクターが備わり、フル液晶メーターの恩恵もあってカレンダーにしたら欲しいというオーナーさんがたくさんいそうなほどのかっこいい映像で切り替えることができます。またこの台座は本物のアルミを採用し、触れた質感にもとことんこだわったそうで、隣のピアノブラック部分とともに美しい作りだなと感じました。ここには EV のボタンとワンペダル走行の切り替えスイッチも備わり、この EV のスイッチに関してはただ EV モードに切り替えるというだけではなく、走っていても停車中でもフルで充電できるように設定することができます。最近では非常用の電力供給としても PHEV は注目を集めていて、フル充電ガソリン満タン時ではなんと最大約12日分の電気をお家に供給することもでき、これを聞くと PHEV ってすごく気になってきますよね。そしてその後方には電動パーキングブレーキとオートホールド、サイド部分にはしっかりニーパッドも備わり、その下にはちょっとしたポケットもついています。さらにその後方には爪付きのドリンクホルダーと大型のアームレストが備わり、中は収納空間となっていますが、思っているよりも容量が小さく、これには少し驚きました。それでは次にシートを見ていきましょう。シートはこのような感じでセミアニリンレザーという本革の中でもワンランク上の上質なレザーシートとなっています。シートに座った感じもとても良く、程よい硬さにホールド力も十分にあり、非常に快適な印象です。またシート調整は運転席助手席ともに電動で調整することができ、なんと助手席側にも腰が当たる部分を微調整できるランバーサポートもついていて、これは普通にすごいなと思いました。さらにこのモデルのみリフレッシュ機能という、わかりますか？このようにマッサージ機能のような機能も搭載され、こちらも運転席だけでなく贅沢にも助手席にも標準装備されるなど、同乗者の方もしっかりもてなす設計は本当素晴らしいなと感じました。それでは次に運転席周りを見ていきましょう。ハンドルは本革巻きで握りやすく、グリップも太くできているのでとても操作性は良さそうです。ハンドルの左側でメーターやオーディオ関係などの操作ができ、右側はクルーズコントロール関係の操作ボタンとなっています。ハンドルの調整はここのレバーを下げ、前後を上下に大きく調整することができます。エン
ンスタートスイッチは運転席の左側についていて、エンジンを始動するとこのように動き出します。メーターは 12.3 インチのフル液晶メーターが採用され、通常の二眼タイプのものやこのように中央を拡大表示できるパターンにも変更することができます。また大画面なので一つ一つの表示も鮮明で見やすく、この本格的オフロード車にこのフル液晶メーター、これは乗り換えたくなる方の気持ちもすごくわかるなと感じました。そしてこのモデルのみとなりますが、なんとナビよりも大きい 10.8 インチの大画面表示のヘッドアップディスプレイも標準装備となっています。また天井部分はブラックとなっていて、BOSE のプレミアムサウンドシステムもこの P グレードのみ標準装備となっていて、オプション設定されていそうな項目がほとんど全て標準装備というのはすごくいいなと感じました。それでは次にドア内側を見ていきましょう。ドア内側はこのような感じで、こちらもメリハリの効いたカラーがおしゃれなデザインとなっています。中央部分はおしゃれなキルティング加工が施され、サテンメッキのドアハンドル、シートメモリー、フレーム部分はピアノブラックに、なんとこの部分はアンビエントライトがつくなど、これは人気なのもすごく納得ですよね。ドアを閉めた音はこのようになっています。運転席右側にはテールゲートの開閉スイッチ、100V の電源スイッチ、給油口を開けるボタンなどが備わり、足元によく配置される給油口のボタンが上側にあるのはすごく嬉しいですよね。フロント上部にはミラーとサングラスホルダー、ルームランプが備わっています。一つ気になったのがデジタルインナーミラーなどの設定が一切なく、理由は何かあると思うんですが、こういう大きな車こそオプションでもいいのでつけてくれるといいのになと個人的には感じました。そしてここにはもうおなじみかと思いますが SOS のコールボタンも備わり、事故や急病時、煽り運転にあった場合にも専用のオペレーターが対応してくれるので、これはついているだけでもすごく心強いですよね。サンバイザーは運転席助手席ともに鏡と照明が備わり、グローブボックスはこのようになっています。それでは次に気になる2列目を見ていきましょう。2列目はこのような感じで、まずドア内側ですが、前の席と全く遜色がないほどのとても質感の高い、そんなデザインとなっています。シートに座った感じもとても良く、足元空間、頭上空間ともにとても広く、これはとても快適です。また中央には後席用のエアコン、温度調整、風量調整も備わり、なんとシートヒーターも3段階で調整することができ、これは SUV で備わっているお車も少ないのですごく魅力的ですよね。さらにその下には USB ポートが2口と 1500W の電源も備わり、シート中央のこの紐を引っ張ることでシート背もたれが倒れ、ドリンクホルダー付きのアームレストが出現するなど、かなり使い勝手のいい空間となっています。また少し驚いたことがあって、なんとスライドドアのデリカ D5 にはついていないロールサンシェードがこの新型のアウトランダーには標準装備になっていて、これは嬉しいポイントですよね。リクライニングも多段階で細かく調整することができ、シートの背面には大きなポケットと中くらいのポケット、小さなポケットと両席それぞれに用意され、天井部分にはルームランプもそれぞれ専用に備わるなど、SUV 好きのファミリー層にも実用性があって魅力的なんじゃないかなと感じました。それでは次に3列目を見ていきましょう。3列目のアクセスは2列目をスライドさせて、ここの紐を引っ張って乗り込むことができます。シートに座った感じは頭上空間は少しありますが、足元空間にそれほど余裕はなく、また2列目を見てみると2列目の足元の空間が狭くなってしまっていて、これは想像以上にバランスを取るのが難しい印象です。また2列目を一番後ろに下げている状態だと3列目の座る空間はないに等しく、今も膝が浮くような姿勢になっているので、大人が長時間座るのは正直厳しいかなと感じました。それでは最後にラゲッジを見ていきましょう。ラゲッジはボタンでもつま先をバンパー下にかざすだけでも開閉することができる、そんな仕様となっています。
中はこのような感じで3列目があるにもかかわらず想像以上に広々としたそんな荷室空間となっています。深さも程よくあるのでこのままでも十分使えそうな印象ですが、実はこの空間に3列目をすっぽり収納することができるので今から早速やってみたいと思います。操作は簡単で、ここのストラップ部分に数字が書いてあるのでこの順に沿って倒していき、3番目でロックを解除し4番目でくるっと回すと綺麗に収納することができます。ほとんど力を必要とせず簡単に収納できるので、これなら女性の方でも安心です。またさらに荷室空間を拡大したい時には両サイドのレバーを引くことで簡単に2列目を畳むことができ、完全なフラットシートではないですが十分横になることもでき、安心の 100V 電源もついたこの開放的な空間といい、間違いなく最高の旅ができそうですよね。いかがでしたか？本日は三菱の新型アウトランダー PHEV をご紹介しましたが、 PHEV という環境に優しいイメージを覆してしまうほどの強い存在感に、快適で上質なひとときを過ごさせてくれる室内空間といい、まさに CM でもお話しされていますが、時代を作るつもりで1台を作ったという言葉通りの素晴らしい1台でしたよね。 PHEV という静かでパワフルな走りにどこでも走破できる4輪システムといい、本当この新型アウトランダーは世代を超えてますます人気を集めそうな、そんな車だなと感じました。実際に新型アウトランダーに乗られている方、また試乗された方の感想、また動画の感想などぜひコメント欄に書いていっていただけると嬉しいです。またチャンネル登録やグッドボタンを押していただけますと動画制作の励みになりますので、よろしければお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。